自分にもし何かできることがあるんだったら、がんを患っていようが、ね、がんの経験患ってる、今は落ち着いてるということなのでがんを患ってるわけじゃないですね。がん経験者であろうが、年齢が48歳であろうが、自分ができることをやってほしいんです。働いてほしいんですね。働きたいんだったら、働けるんだったら。で、アドバイスとして仕事のことでアドバイスできるとしたら、ハローワークじゃないでしょう。ハローワークっていうのはお仕事を探してくださるんですけど、私ね、ハローワークが悪いとは言いませんよ。それも一つの制度で利用されたらいいと思うんですけど、できればゆきさんにはタウン誌でも何でもいいんですけれども、フリーペーパーとかも多分入ってきたり、どこ行ってもフリーペーパーもらえますよね。そこにね、求人があるんです。でその求人をパラパラっと見て、自分が一番これならやってみたいかなって思うことをチャレンジなさったらどうかなと思います。ハローワークっていう場所、やっぱりね、仕事を求めて自分が心ときめくっていう人たちが来てる場所ではないんですね。でハローワーク行ってその制度を利用するってのはいいんですよ。いいんですけど、なんかこう香り高いコーヒーかなんか飲みながら、自分の好きなお菓子かなんか食べながら、どの仕事がいいかな、これ楽しそうだな、これちょっとやってみたいなとか、これなんか今までやったことないけどなんか楽しそう、なんかこう面白そうだなとか、そういうね、仕事を自分がやらせてもらえるかっていうのはもうちょっと先の話なので、こんな仕事でやってみたいな、こんな今までやったことないチャレンジしてみたいなっていう、そういうつもりで自分の心をときめく仕事っていうのをハローワークじゃなくてタウン誌かなんかで探してみる、もしくはインターネットで見てみる、ね、そういう時間をまず持ってほしい。これが処方箋の1です。その上で一回がんって宣告されたわけですね。多分ね、自分の死というものを覚悟されてると思います。であれば、どうせ死ぬんだからね、でもどうせ死ぬんだから死ぬ気で仕事できるわけですね。もし途中でまたがんが再発してダメになっちゃったらダメになっちゃった時ね、そう割り切ってぜひね、もうどうせ死ぬんだから自分が興味が湧いた、やってみたいと思う仕事にどんどん面接に行ってチャレンジしてみたらいいです。もう卑屈になる必要ないですよね。で、私も経営者です。自分で会社も経営してます。お坊さんでもありますけど。なので言えるんですけど、命がけでね、私この仕事やってみたいんです、どこまでできるか分かりませんけどチャレンジしたいですって求人があるところに行ったら、本当に自分の思いをぶつけたら、なんだか分かんないけどこの人に働いてもらいたいなって経営者って思うもんなんですよ。それをね、私はがん患者です、こんな私でもいいでしょうか、こんな私でも仕事もらえるでしょうか、こんな私だけれども大事に扱ってくださいって、なんか自分の病気を言い訳にして、自分の病気を理由にして最初から逃げ腰でいるっていう人よりも、どうせがんになったんでどんだけ働けるか分かりません、ご迷惑かけるかもしれませんけど、自分がもし命ある限りはもう精一杯この仕事やらせていただきますから、どうかね、私もこういうふうでチャレンジしたいですっていう思いをやっぱりぶつけられる。そのことによってね、本当に一生懸命働くっていうことによって、それがね、どれだけ自分の命っていうものがいつまでもあると思って怠慢に働く社員と比べてですね、どれだけそういった意識で働かれる方っていうのが周りにとってね、大きな影響をもたらすかってことを考えたら、経営者は取りますよ。病気であっても真剣に働いてくれる、命かけて働こうという人がやっぱり取ります。でまたそういう経営者って世の中にいるんです、ね、ですからどうかですね、病気であるっていうことで、今はだってがん落ち着いてるわけですから、ぜひねチャレンジしてほしいんですね。それが処方箋。病気とか死ぬとか老いるっていうことも当たり前なので、そこに目を向けずに、自分がどういう生きてる時にどういう残された命、どういう仕事をしたいのかっていうことに 100% フォーカスしてほしいんです。そこだけを見てほしいんですね。
で、私の知っている知り合いのある女性の方の話をします。この方ね、もう亡くなられたんですけど、あの時に私がその話をお会いしてその話を聞いた時に、すでに60後半だったと思いますね。余命3ヶ月がん宣告を受けたんですね。で、ご主人ももう覚悟した、ご本人も覚悟した。だけれど覚悟したじゃなくて、何ですかね、あの人、余命なんでがんって3ヶ月、余命3ヶ月って先行いつも余命3ヶ月なんですけど、なんで3ヶ月かなと思うんですが、本人ね全く信じてなかったんですよ。それでがん宣告されて、だけどどうせ私もう死ぬんだからって言って、それからねやりたい放題やってみえたね。なんか随分わがままもされたみたいですけれど、で余命3ヶ月宣告から9年かな、結局生きてたんです。豪快なおばちゃんでね、9年生きてました。で、旦那さんの口癖が、なんかがん宣告を受けて塩らしくなるかと思ったら、まああいつまだ生きとるって言って、夫婦喧嘩するたびにご主人おっしゃってました。で、69ぐらい、70前でがん宣告を受けて、それから80近くまでね、結局70後半まで生きられて、そして大往生ですね、お亡くなりになられましたけれど、いや、こういう人いるんだなって思いましたね。余命3ヶ月がん宣告を受けてから、どうせ私は死ぬんだからとか言ってね、やりたい放題っていうか、やりたい放題っていうのはわがままし放題じゃないですよ。自分のやりたいことね、やってやり尽くして死んでいかれましたね。何も変わらない、がん宣告を受ける前と。むしろがん宣告を受けた後からパワーアップして、ご主人が喧嘩のたびにね、うちの家内は本当にもうこうでって言って、ちょっとおとなしくすると思ったら、まああいつはって言ってね、おっしゃってましたけれど、そういう口癖でした。まあ本当にね、実際私もお寺にいると、いろんな病気の方とか調子悪い方とか、やっぱりおばあちゃんおじいちゃんっていう人たちのね、亡くなった後の話も聞いたりします。でもやっぱり病気になられた後に、同じがんならがんっていうことを宣告された後に、やっぱりパターンが大きく分かれます。最初はみんな落ち込むんですよ。それはそうですよね。がん宣告されたら落ち込みます。家族もみんな落ち込みます。でもね、まあしゃあないかって言って、その後ね、がんに対して遠慮せずにもうイケイケでいく人と、ずっとがんを怖がっていく人と、もう大概この2つのパターンに分かれます。で、見てるとね、意外にがん宣告を受けて長生きした、もしくは長生きできなくても、病気になってもこの人は精一杯生きたっていう、なんか明るいがん生活を送られた方っていうのは、やっぱりね、家族も幸せだし本人も幸せそうですよ。だけれどもうがんになったって言ってもうずっとガーンっていうままずっとガーンとして生きてるっていう状態の人たちの、もうなんか老後病後、もう悲壮感漂ってますね。でそれはもうね、そんな病気なさったら落ち込む気持ちは分かりますけれど、私がやはりお伝えしたいこと、そしてまた仏教お釈迦様の教えた教えということに照らし合わせても、やっぱりその人間の幸せって最終的に何かって言った時に、お釈迦様の教えの中でね、もう一個だけゆきさんにお伝えしたいなと思うことがあるんです。それは人間の幸せの4つの条件ということで、やっぱり仏教の中にこの4つのね、幸せの条件ということがあります。一つは健康第一の理という言葉があります。健康ですね。健康であること。そして2つ目が知足第一の富という言葉があります。これ何かというと、お金、生活していくに十分の糧があるということですね。それから3つ目が正有第一の信。正有第一の信。これは家族であったり友達であったり、仲良く一緒に
いろんなことを分かち合って過ごせる仲間がいるっていうことね。これがやっぱり喜びですよ。そして4つ目、涅槃第一の楽という言葉があるんです。これが人間が生きていく上でですね、4つの、大切な要素ということが言われてるんですね。健康、それからお金、それから良好な人間関係。そして4つ目、この涅槃、これはね、自分の生きがいと理解していただいたらいいんです。で、涅槃第一の楽で、今ゆきさんはお金もちょっとご苦労なさってる、体も病んで見える、独身で独り者だということ。でもね、最後の4つ目、涅槃第一の楽、自分の生きがいというもの、ね、これが一番人間にとっての幸せなんだということをお釈迦さんは説いてらっしゃいます。心が波立って不安で、病気のこと、お金のこと、今後のことをいろいろと多分苦しんで見えると思うんですけれども、人間にとっての一番の幸せは自分の心が楽になるっていうことですね。落ち着いてるっていうことです。どうか老いることはもう仕方がないんですよ。ね、病気になることももう仕方がない。頑張ったって避けられないんですよ。死ぬことももう仕方がないんです。もう早く諦めてください。その代わり絶対に怖がってほしいこと、そしていつかゆきさんが力尽きるであろう最後にね、もしこれをやらなかったら絶対ゆきさん後悔するなって私が思うことがある。それは何かって言ったら、一生懸命生きなかったっていうこと。病気を怖がって、老いを怖がって、そして死ぬことを怖がって、自分が働きたいと思ってるのに働かなかったっていうこと。働けるのに外に出なかったっていうこと。これはきっといつか力尽きる時に、その瞬間に後悔なさると思う。だからどうかね、病気になることではない、死ぬことではない、老いることではない、お金がないことではない、自分ができるのにやらなかった、やろうとしなかった、これが人間にとって一番の後悔なんです。死ぬ時に皆さんそれを後悔なさる。だからどうかね、恐れるべきことは老いることではない、病むことではない、死ぬことではない。ゆきさんがちゃんとできるのにやらなかったこと。ちっちゃなことでもいい、ちっちゃな仕事でもいい、日銭を稼ぐでもいい、働きたいと思うのに働かなかったこと。そのことを一番怖がってほしい。そのことを一番大切に生きていってほしいと思います。どうぞこれだけのメールを勇気を持って私に書いてくださる、お手紙をぶつけてくださる方なので、きちんと生きられることと思います。ゆきさんの今後のチャレンジを心より応援しています。頑張ってください。